OK です。いつも前2台と清水さん絡みしか乗ってない。猫がいるの。コペンちゃんです。まあ660のターボでなんか日本車みんな64馬力規制なんだけど、まあ、この前ちょっとケーターハム乗ったら向こうが80馬力になっててサーキットで結構スピード出るんですね。だから本当はこのエンジンまだ、まあ、ちょっと自主規制的に、64で絞ってるけどもうちょっと上パワー出せるんで、今日このコペン乗った限りで言えばもうエンジン性能に対して実はシャシーの方が勝ってる感じがあるのでちょっとエンジンパワーが物足んないなっていうのはありましたね。まあ、そのぐらいよくそのシャシー性能ができてるっていう感じがあります。で0-100キロはちょっと軽には辛いかなと思ったんだけどまあ50、60、70だから80から100の加速がかなりガクッとこう落ちますね。なので、まあ、高速道路とかこう乗ると、ちょっと上の領域がやっぱりこの64馬力じゃ辛いかなという気がするので、まあ、その辺はなんとかしてほしいなという気がします。0-100キロは14秒。14秒に、まあ、実際80キロぐらいまでだったらかなりいい感じでスーッとこう加速 G がいくんだけど80超えた瞬間にかなりこう辛くなるんですね。だからそこがまあ、この軽の世界の一つの課題なのかなという気がします。ブレーキは意外とよく止まりましたね。ABS も荒っぽい感じがなくて、レクサスの ABS よりよっぽどこっちの方がきめ細かくて音もなくて、なんかいい感じでした。だから加速とブレーキに関して言えばブレーキ性能は OK ですけど加速はちょっと足りない気がします。でマニュアル車ですけどクラッチとかシフトの感じは悪くないですね。ギア比もまあ適正で、5速トランスミッションですけど非常に扱いやすかったです。
S モード。はい、S モードでいきます。トルクはなんかホンダの方がありそうだね、エンジンの。これはやっぱ違いますね。ここは9.4 92ニュートンに対して104ニュートンですから、10ニュートン。10ニュートン近く違います。で加速ですけど、やっぱりコペンよりこっちのエンジンの方が全体的にトルクとかパワー感があって、やっぱり車速の伸びが速いですね。CVT なんだけどマニュアルと同じぐらい、コペンと同じぐらいの0-100加速データなので、CVT がいいというよりもやっぱエンジンでちょっとコペンと、実際カタログスペックでもトルクで10ニュートンぐらいこっちの方が多いんですね。なので、馬力はみんな自主規制して64で揃えてるんですけど、トルクは自由なので、こっちのエンジンの方が出力的には高いということで、このパッケージでも、コペンよりも、実際に走った時のフィールで言えば伸び感とか加速感がありました。でブレーキは実はコペンの方が効いてます。調べてみるとタイヤ性能がもうかなり違うので、もともとの持ってるタイヤの摩擦力でコペンの方がカーンとこう止まってきますけど、こっちはちょっとコペンほどではないですけど、ただ軽自動車の、絶対値で見ればよく効いてるし、 ABS もちょっと軽と思えないぐらい静かできめ細かい制御してるし、4点そのハザードが出たりとか、そういうところもよくこなれてるなという感じがします。そういう意味で加速は、こっちの N1 の勝ち、ブレーキはコペンの勝ち、そんな感じで、1勝1敗という感じですね。